人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事塞翁が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。1、はじめにトレッキング中に遭難する事象とは。トレッキングは自然を楽しみながら遠隔地や山岳地帯を歩く冒険的なアクティビティです。多くの人々にとって心身のリフレッシュや挑戦の機会となりますが、一方で天候の急変や地形の複雑さ、体力の限界などが重なり、容易に遭難する危険性をはらんでいます。トレッキング中の遭難は道に迷ったり、通信が途絶したり、天候が予想外に悪化した際に起こるものであり、時には命に関わる深刻な事態に発展します。トレッキング中に遭難する主な原因には以下のようなものがあります。道に迷う多くのトレイルや登山道には道しるべやマークがありますが、天候の悪化や迷い込んだ場合、それらが視認できなくなり、誤ったルートを選ぶことがあります。天候の急変山岳地帯では、天候が急激に変わることがよくあります。これにより、視界不良、低体温症、悪路での移動困難などが生じます。怪我や病気滑落や転倒による怪我、長時間の歩行による体力の消耗、または急激な天候変化による体調悪化などが、トレッキング中の遭難の原因となることがあります。装備の不足や準備不足、適切な装備を持たず、地図や GPS、必要な食料、水、非常用具の準備を怠った場合、遭難した際に生き延びるための手段が限られてしまいます。トレッキング中の遭難は誰にでも起こりうるものであり、事前の準備と遭遇後の冷静な判断が生存の鍵を握ります。2、世界各地での有名な遭難事例。事例1、アメリカグランドキャニオン。2014年、アメリカのグランドキャニオンでトレッキングをしていた60代の女性が道に迷い、5日間にわたり遭難しました。彼女は持っていた食料が少なかったため、水分の確保に苦しみました。最終的に彼女はヘリコプターによる救助を受けて無事救出されましたが、この事例は水の確保がいかに重要であるかを示しています。事例2、スイスアルプス。2017年、スイスアルプスでのトレッキング中、2人の登山者が突然の吹雪に巻き込まれ、雪に閉じ込められました。彼らは防寒具を持っていましたが、食料が少なく、体力を維持するのが困難でした。彼らは3日後に救助されましたが、この事例は天候の急変に備えることが重要であることを示しています。事例2、日本北アルプス。2016年、日本の北アルプスでトレッキング中に40代の男性が道に迷い、4日間を雪山で過ごしました。彼は持っていた GPS が故障し、道に迷った後、持参していた食料とテントで耐えしのぎました。最終的に救助隊に発見されましたが、彼の装備と冷静な判断が生還の鍵となりました。3、生き延びた人々のエピソード。1、エピソード1、30代男性遭難期間1日間。30代の男性がアメリカのヨセミテ国立公園でトレッキング中に道を見失いました。彼は持っていた携帯電話が圏外となり、地図を見ながら正しい道を探そうとしましたが、時間が経つにつれて日が沈みました。彼は焦らずに高台に移動し、無事に夜を過ごして翌朝、救助隊に発見されました。この事例では、暗闇の中で無理に動かず、冷静に行動したことが功を奏しました。2、エピソード2、40代男性遭難期間2日間。
40代の男性がニュージーランドのフィヨルドランドでトレッキング中に足を滑らせて怪我を負い、行動が制限されました。彼は持っていた応急処置キットを使って怪我を処置し、動けなくなった場所で助けを待ちました。無線で救助を要請し、2日後に救助されました。応急処置キットと無線機が彼の命を救った要因でした。3. エピソード3 50代女性遭難期間3日間。50代の女性がスコットランドのハイランド地方でトレッキング中に道に迷い、3日間孤立しました。彼女は焚き火を起こして体温を維持し、食料が尽きたため、好みや川の水を利用して水分を確保しました。最終的にはヘリコプターによって救助されましたが、火を起こす技術と自然のリソースを活用する知識が彼女の生還を助けました。4. エピソード4 20代女性遭難期間4日間。カナダのブリティッシュコロンビア州で20代の女性がトレッキング中に道に迷い、足を捻挫して動けなくなりました。彼女は持参していたテントを張り、非常食で飢えをしのぎながら救助を待ちました。4日後、彼女は捜索隊によって発見され、無事に救出されました。彼女の装備と計画的な行動が生還の鍵となりました。5. エピソード5 60代男性遭難期間5日間。60代の男性がアラスカの山岳地帯でトレッキング中に道を見失い、5日間雪の中で過ごしました。彼は持参していた防寒具を使い、ぼんぼりを掘って風雪をしのぎました。また、持っていた携帯コンロで雪を溶かして水を確保しました。救助隊が発見するまでの5日間、彼のサバイバル技術が命を救いました。6. エピソード6 50代男性遭難期間6日間。50代の男性がアメリカのロッキー山脈でトレッキング中に道を見失い、6日間山中で孤立しました。彼は携帯電話が通じなかったため、非常食と水を節約し、山の斜面で焚き火を起こして夜を過ごしました。最終的に捜索隊が彼の焚き火の煙を発見し、救助されました。冷静な行動と火の管理が生還につながりました。7. エピソード7 70代男性遭難期間7日間。70代の男性が日本の奥秩父山系でトレッキング中に道を見失い、7日間孤立しました。彼は食料と水を分けて管理し、体力を温存しながら救助を待ちました。体力の維持と計画的な行動が彼の命を救いました。4. 事象を克服する技術と方法。1. 地図とコンパスの使い方。エピソード1の男性は地図を正しく読み、道に戻ることができました。GPS が使えなくなった場合でも、コンパスと地図の基本的な使い方を理解しておくことは、方向を見失わないために非常に重要です。2. 焚き火を起こす技術。焚き火は体温を保つだけでなく、救助隊に自分の位置を知らせる視覚的なシグナルにもなります。3. 応急処置の知識。怪我や病気が遭難の一因となることがあります。エピソード2で紹介した40代男性は、怪我を負った際に応急処置キットを適切に使用し、怪我の悪化を防ぐことができました。応急処置の基本的な知識を持っていることはサバイバルの重要なスキルです。特に止血や捻挫骨折の応急処置、そして低体温症に対する対応方法を学んでおくことが不可欠です。4. シェルターを作る技術。遭難した際には風雨や寒さから身を守るシェルターが必要です。エピソード5の男性がぼんぼりを掘って寒さをしのいだように、持参したテントや簡易シェルターがない場合でも、自然の地形や木を利用してシェルターを作ることが可能です。木の枝や葉、岩陰を使って即席のシェルターを作る技術を持っていると、生存の可能性が大きく高まります。5. 水の確保と浄化方法。水は人間が生き延びるために最も重要な要素の一つです。エピソード5で男性が携帯コンロを使って雪を溶かして飲み水を作ったように、適切な方法で水を確保し、浄化するスキルが求められます。携帯用の浄水器や浄水タブレットを常備しておくことで、川や湖、
雪などから安全に飲み水を得ることができます。6、体力の管理と温存。遭難中は体力を無駄に消耗しないことが非常に重要です。エピソード7で70代の男性が体力を温存して7日間を生き延びたように、無駄な動きを避けてエネルギーを節約することが鍵となります。長期の遭難を想定し、移動を控え、必要な時だけ行動することで体力を維持することが可能です。7、救助シグナルの作成。視覚的な救助シグナルは、ヘリコプターや捜索隊に自分の位置を知らせるための重要な手段です。エピソード6の男性が焚き火の煙を使って救助を呼んだように、煙や大きな反射材、カラフルな布などを利用して自分の位置を知らせることができます。また SOS のサインを地面に作ったり、ホイッスルを使って音で救助隊にシグナルを送ることも効果的です。8、食料の管理。遭難が長引くと食料が不足することが大きな問題となります。エピソード4で20代女性が非常食を計画的に消費しながら4日間を生き延びたように、持参した食料を慎重に管理し、長期にわたって摂取できるように工夫することが重要です。また野生の食料好みや野草を食べる場合は、毒のあるものを誤って食べないための知識も必要です。9、体温保持の技術。遭難中は特に夜間の体温低下が命に関わります。エピソード3で50代女性が焚き火を使って体温を維持したように、低体温症を防ぐためには体温保持が不可欠です。防寒具を正しく着用することや、火を起こして温まり、体力を消耗しないようにすることが重要です。また、冷えやすい手足を保温するための追加の防寒具や耐寒性のあるブランケットを持っていることが理想です。10、無線機や携帯電話を活用した通信。エピソード2の男性が無線機を使って救助を要請したように、通信手段がある場合、それを最大限に活用することが重要です。携帯電話が県内であっても、緊急時には電波が届く場所を探して移動することで通信が可能になることがあります。また衛星電話やポータブル無線機を持っている場合は、特に遠隔地での遭難時に有効です。11、緊急時の判断力と冷静さ。遭難時に最も重要なことは冷静さを保つことです。エピソード1の男性のように、暗闇の中でパニックに陥らず、無理な行動を控えることで体力を維持し、生還のチャンスを高めました。パニックになると判断力が鈍り、無駄な体力を消耗してしまいます。冷静に状況を把握し、計画的に行動することがサバイバルの基本です。5、ユニークな提案。1、ポータブルドローンによる位置情報の確認と救助要請。近年、ポータブルドローンがアウトドア活動の一部として利用され始めています。遭難時にドローンを飛ばすことで、広範囲の地形を上空から確認し、道を見つける手助けとなります。また、ドローンに取り付けたカメラを使用して、周囲の状況を確認し、緊急信号を発信することで、救助が早まる可能性があります。2、発光ライト付きのサバイバル装備。夜間や視界が悪い場所で遭難した場合、発光するサバイバルギアは非常に有効です。発光するヘルメットやジャケット、バックパックに取り付ける LED ライトを使えば、遠くからでも救助隊に自分の位置を知らせることができます。これにより、夜間の救助が容易になり、救助隊が発見しやすくなります。3、ソーラー充電式緊急サバイバルデバイス。太陽光で充電できる緊急サバイバルデバイスは、長期の遭難時に特に有用です。このデバイスには GPS、無線機、発光ライトが一体化されており、日中に充電して夜間や曇りの日にも使用できるように設計されています。これにより、電力の供給がない状況でも、連絡手段や視認性を確保できます。6、励ましと具体的なアドバイス。トレッキング中の遭難は予想外の状況に直面し、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。しかし、
最も大切なことは冷静さを保ち、自分が生き残るためにできることを一つ一つ着実に実行することです。まずは自分の状況を正しく把握し、焦らず行動しましょう。適切なシェルターを確保し、体温を維持し、水分と食料を適切に管理することが重要です。また、必ず助けが来るという希望を持ち続けてください。救助隊が到着するまでの間、自分の位置を知らせるためのシグナルを送り続け、体力を温存しながら生き残るための行動を選択してください。あなたには生き延びる力があります。冷静に、そして強く、最終的には必ず助けが来ます。自然の力は時に厳しいものですが、あなたの知識と準備があれば、どんな困難も乗り越えることができます。希望を捨てずに、自分を信じて行動し続けてください。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また、次に紹介してほしいサバイバルの知識や、こんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録と高評価、また実際にこの動画「人生はサバイバル」を見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。ではまた次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。